ニコン ZF vs ZFC 徹底対決。はい、皆さんこんにちは、ながチャンネルです。今回は同じヘリテージデザインでフルサイズの ZF と APS-C の ZFC を徹底比較し、それぞれのカメラの特色を確認したいと思います。ニコン ZF にはキットレンズのニッコール Z40mm F2SE、ニコン ZFC はキットのズームレンズではなく単焦点のニッコール Z28mm F2.8 をつけて比較することにしました。それでは Let's get started! ながチャンネル。ファーストラウンド AF スピード。いつもの京王線で近づいてくる電車と遠ざかっていく電車でテストしました。 ZF はオートエリア AF の乗り物検出を使いました。近づいてくる電車は8コマすべて先頭車両の前面を検出して AF ポイントを合わせています。遠ざかっていく電車は初めの7コマ分は検出できませんでした。近づいてくる電車のピントは8コマのうち6コマはピントが合っていました。最後の2コマはピントが追いついていないか、被写体ブレでピントが甘くなっています。遠ざかっていく電車のピントは16コマすべてにピントが合っていました。ZF の乗り物検出を使えばかなり簡単に撮影することができます。ZFC には乗り物の被写体検出がないのでオートエリア AF で撮影しました。近づいてくる電車を捉えることができず5コマ全部ピンボケでした。遠ざかっていく電車も架線の方に AF ポイントが行ってしまい全部ピンボケです。そこでワイドエリア AF-L に切り替えて撮影しました。近づいてくる電車のピントは10コマのうち8コマはピントが合っていました。
最後の2コマはピントが追いついていないか、被写体ブレでピントが甘くなっています。ZF と全く同じ結果になりました。遠ざかっていく電車のピントは21コマすべてにピントが合っていました。これも ZF と全く同じ結果です。ZF は被写体検出で簡単に AF 撮影することができます。ZFC は自分で AF エリアを合わせれば十分な AF スピードがあります。セカンドラウンド、連写性能。ZF は秒間14コマの連続撮影が可能です。ZFC は秒間11コマの連続撮影が可能です。電車の撮影なら十分な連写性能です。ZF にはハイスピードフレームキャプチャーがあり、秒間30コマの JPEG 撮影が可能です。近づいてくる電車は28コマのうち23コマはピントが合っていました。最後の5コマはピントが甘く、電子シャッターによる歪みも見られました。遠ざかっていく電車は38コマのうち36コマはピントが合っていました。最初の2コマはピントが甘くなっていましたが、電子シャッター歪みはありません。電子シャッターの歪みが気にならない被写体ならば、ZF の秒間30コマは大きな武器です。ながチャンネル。サードラウンド、改造感。中心と周辺にテストチャートを置いて撮影しました。F8 まで絞って撮影します。ZF は周辺まできちんと改造しています。ZFC も周辺まできちんと改造しています。少し絞りを開けて F4 です。ZF は周辺までよく改造しています。
ZFC も周辺までよく改造しています。絞りを開放にしてみます。ZF は開放 F 値が2です。周辺もきちんと改造しています。ZFC は開放 F 値が 2.8 です。周辺もきちんと改造しています。改造感に大きな差は見られませんでした。フォースラウンド、高感度体制。ISO3200 で撮影した画像を比較します。ZFC はのっぺりしていて、ややノイズが出ています。ISO6400 で撮影した画像を比較します。ZF にもノイズが出ていますが、ZFC は流浄感が目立っています。ISO12800 で撮影した画像を比較します。ZF のノイズもかなり目立っています。ZFC はちょっと使えない感じがします。高感度耐性はセンサーサイズの違いによってかなり差がつきました。ZF は見た目以上に中身も高機能で、どんな撮影もこなせるカメラです。ZFC は高速連写や夜の撮影には不向きですが、日中スナップするのに適した気軽に持ち出せるカメラです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。